今回は面白ノックアウトキングデリック・ルイスの紹介をしたいと思います。デリック・ルイスです。 MMA 戦績25勝7敗 USC 戦績16勝5敗、アメリカ合衆国出身の36歳です。バテると表情に出し、腹を利かされると前かがみになる。ただとにかく一発があり、敗北寸前まで追い詰められても振り回したパンチで奇跡の大逆転を演出する、一発ぶち当てでの KO を量産する喧嘩屋です。MMA 戦績25勝のうち20勝が KO/TKO 勝利を挙げており、 USC ヘビー級最多 KO 勝利記録12を保持しております。ルイスは自身のファイトスタイルについて、俺が見せたいのは酒場の喧嘩だ。毎試合俺は対戦相手のことを俺の子供の食べ物を取り上げに来たやつだと思って戦っている。俺は総合格闘家なんていう洒落たものではない。俺はジャブを出すことすら好きではない。ジャブなんて聞きやしない。俺のパンチは全てが相手の頭を吹き飛ばすための体重の乗ったノックアウトパンチなんだ。関節技は大嫌いだ。俺の格闘技人生で最低の瞬間は、かつてローカル団体で戦っていた時にアームバーで一本勝ちを収めてしまったこと。試合後にそいつは再戦を申し入れてきやがった。俺にノックアウトされたら再戦したいと思うやつなどいないんだ。今でも時々このタイミングで腕を決めれるんじゃないか、首を取れるんじゃないかと思うことがあるが、俺はそんなことは見て見ぬふりで、あくまで拳で決着をつけたいと思っていると話しておりました。ルイスは7人兄弟の母子家庭で育ち、母親の再婚相手から虐待され、ストリートファイトに明け暮れておりました。高校を卒業して2週間後、交際相手の元夫とトラブルになり、散弾銃で襲いに来た交際相手にルイスは腕力で返り討ちにし、警察に突き出すも相手が失明の大怪我を負ってしまったため、過重暴行罪で3年6ヶ月収監されることになりました。監獄の中で出所した暁には楽に金を稼げるかなと思い、プロの格闘家になり UFC に出場することを決心したそうです。出所から1週間後、レッカー車の運転手として働きながら MMA を始める一方、元ボクシング世界ヘビー級王者のジョージ・フォアマンにボクシングの腕を見込まれ、車を買い与えられ、ジムに隣接するマンションの提供も受けてボクシングに誘われ、ボクシングに気持ちが傾きかけるも、2010年プロ MMA のデビュー戦で圧倒的な強さを見せたルイスは、フォアマンに車を返却して MMA に専念することを決意したそうです。その後ローカル団体でキャリアを重ね、持ち前の剛腕で KO を量産。2012年8月、レガシー FC ヘビー級王座決定戦でパンチ連打で2ラウンド KO 勝ちを収め、レガシー FC ヘビー級王座を獲得。防衛戦でもパンチ連打で3ラウンド TKO 勝ちで王座初防衛に成功。MMA 戦績9勝2敗、勝った試合は全てフィニッシュの成績を上げ、2014年4月、週間中からの目標であった USC との契約を果たしております。USC 契約後も KO を量産し、 USC 戦績8勝2敗、1つの判定勝ちを除き、勝っても負けても KO/TKO 決着のヘビー級の魅力を存分に見せ、2017年ルイスはランキング8位にランクインし、ランキングトップ10との戦いにたどり着きます。2017年2月、当時ランキング9位のトラビス・ブラウンと対戦し、1ラウンドボディへの前蹴り、ミドル、ペンカオで腹を利かされ、腹を押さえて背中を向ける場面を見せるも、2ラウンドぶん回したパンチがヒットして効かせ、追撃のパンチからのパウンドで KO 勝ち。ルイスは勝利ポーズを見せるも、引かれてマットに横たわったまましばらく動けておりませんでした。試合後、お腹を押さえていたため、ボディがまだ効いているのかと質問されたルイスは、いや、ちょっと台に行きたいだけなんだよ。今回は漏らさないようにするのが大変だった。ガスを体内に留めながら、同時に呼吸をしていたわけだから、全国放送でのお漏らしは避けたかった。おならをしたらマシになった。けど、2ラウンドにまた催した。その時、やばい、この試合は早く終わらせないと思ったんだ、と話しました。2017年6月、当時ランキング7位のマーク・ハントと対戦し、序盤からローで削られ続け、スタンドパンチ連打で4ラウンド TKO 負け。試合後ルイスは、きっとこの試合が最後になると引退を口にするも、後に引退を撤回し、現役続行を表明しております。2018年2月、当時ランキング9位のマルチン・ティブラと対戦し、1ラウンドと2ラウンドにテイクダウンから削られ、スタミナが切れてバテバテになったルイスでしたが、3ラウンドに絶体絶命のところから右フックでダウンを奪い、パウンドで KO 勝ち。ルイスらしさ全開の試合を見せ、パフォーマンスオブザナイトを受賞しております。試合後ルイスは、少し休ませてくれ。そうすれば4ラウンドに入ってもバテなくなると思う。4ラウンドといっても俺の相手は妻だ。愛するエイプリル、用意しておけよ。徹底的に行くぞ、と話しました。2018年7月、当時ランキング1位のフランシス・ガヌーとの対戦が決定しました。フランシス・ガヌーは当時 MMA 戦績11勝2敗。とてつもないパンチ力を持ち、元 USC ヘビー級王者アンドレイ・アルロフスキー、
元ストライクフォースヘビー級王者アリスター・オフレイムから秒殺 KO 勝利を挙げており、勝った試合全てフィニッシュ勝利の USC 期待の新鋭でした。前戦では全くそこを見せないまま USC ヘビー級絶対王者ティーピ・ミオシッチのタイトルに挑戦したものの、早々にスタミナ切れして判定負けを喫しておりました。試合前、デリック・ルイスはティーピ・ミオシッチ VS フランシス・ガヌーのハイライト映像を見た。フランシスの試合のためにペーパービューの料金を払いたくなかったから全部は見ていない。ガヌーは筋肉がつきすぎているから早々にガス欠してしまった。ガヌーは UFC で生き残りたいなら俺のようなボディに改造すべきだ。俺はこれまでの試合は1日に30分ぐらいしかトレーニングしていなかった。今回からは少なくとも1日に3時間トレーニングをしている。格闘家がすべきことを全てやっている。正しい食事をしている。昔はちゃんとした食事をしていなかったけど今は適切な食事をしている。まだ色々と間違いもあるけどと話しておりました。ガヌーの再起戦、 KO 必至のハードパンチャー対決として世界から注目され、試合前から絶戦を繰り広げ乱闘寸前になるなどかなりの盛り上がりを見せておりました。しかし試合はお互い相手の打撃を警戒しすぎて終始お見合い状態。3ラウンド通してルイスが出した打撃が20発、ガヌーが11発。当然会場からは大ブーイング。期待された打ち合いが全くないまま両者遠い間合いからのミドルやローがほとんどで試合が終了。デリック・ルイスはわずかな手数の差で判定勝ちを収めるも、解説のジョー・ローガンからは歴史上最も退屈なヘビー級マッチだ、この試合に勝者はいないと酷評されるほどの試合でした。試合後デリック・ルイスはひどいパフォーマンスをした。本当にダメなパフォーマンスだ。タイトル戦の資格がないことは十分自覚している。勝ったけどいい影響より悪い影響の方が大きい。おそらく2試合分ぐらいタイトル戦から遠ざかったと思う。冗談じゃなくてゲームプランは彼をテイクダウンすることだった。けど俺はテイクダウンの仕方はわからない。コーチにはどうやってテイクダウンするか知らないって言ったよ。あんなパフォーマンスをするようなら本当に誰とも試合をするべきじゃない。どこかで落ち着いて技術か何かを学ぶ必要があると話しました。2018年10月、当時ランキング5位のアレキサンダー・ボルコフとの対戦が決定。アレキサンダー・ボルコフは元ベラトール M1 グローバルヘビー級王者。極真空手をバックボーンに持ち、前戦では元 USC ヘビー級王者ファブリシオ・ベウドゥムに KO 勝ちで USC4 戦全勝の戦績を挙げておりました。試合はボルコフの唾液に苦戦し終始殴られっぱなし。頭を捨てて KO 寸前まで追い込まれる場面を見せるも、残り1分でルイスが意を決して前に出始め、ルイスの右がヒットしボルコフはダウン。そのままパウンドでボルコフは失神。ルイスらしさ全開。試合終了まで残り11秒で大逆転 KO 劇を見せ、パフォーマンスオブザナイトを受賞しております。試合後ルイスは突然ショーツを脱いで下着姿になり、デリックどうしてショーツを脱いだのですかと聞かれると、股間が熱くてなと返答しました。この発言がネット上では大バズりし、ルイスのインスタグラムのフォロワーは約50万人のフォロワーから1日で130万人に増加したそうです。UFC229 のボルコフ戦から数日後、 ESPN によると USC230 で当時 USC ヘビー級王者ダニエル・コーミエ VS デリック・ルイスの USC ヘビー級タイトルマッチが検討されていると報じられました。しかしルイスは MMA ジャンキーのインタビューで、1ヶ月後に試合を行うかって、私は朝食にビスケットなどお腹いっぱい食べられて今いい状態で生活をしているから絶対に嫌だ。もし出場するなら多くのお金が必要になるだろうと話しておりました。しかし2018年11月の USC230 にて USC はメインイベントがダニエル・コーミエ VS デリック・ルイスの UFC ヘビー級タイトルマッチになることを発表しました。当時 USC ヘビー級王者ダニエル・コーミエは当時 MMA 戦績21勝1敗。かつては USC ライトヘビー級王者としてライトヘビー級を長らく牛耳っておりました。前戦では1階級上のヘビー級絶対王者ティーペ・ミオシッチから右ショートフックでダウンを奪い、追撃のパウンドで KO 勝ちで USC ヘビー級王者に輝き、 UFC 史上2人目の2階級同時王者を達成しておりました。試合前ルイスは、俺はマネーを掴んだ、やるからには勝ちに行くよ、本当はスティーペ・ミオシッチが挑戦者にふさわしかったと思っているよ、ずっとチャンピオンだったしな、なんでスティーペの前に俺にチャンスが与えられたのかはわからないと話しておりました。試合はテイクダウンからグラウンドで終始圧倒され、2ラウンドにリアネイキッドチョークで一本負けを喫し王座獲得に失敗しました。ルイスは初の UFC タイトルマッチにたどり着くもチャンスをものにすることはできませんでした。2019年3月、待機戦として当時ランキング8位の元 USC ヘビー級王者ジュニオル・ドスサントスと対戦。
試合はドスサントスのバックキックをボディに突き刺され、ルイスは効かされ腹を押さえて前かがみになるも、ドスサントスが追い打ちに来たところにルイスは右フックのカウンターを見せる場面を見せるも、また腹を押さえる場面を見せ、2ラウンドパウンドで TK を負け、自身初の連敗を喫したもののファイトオブザナイトを受賞しております。試合中ルイスはアイポークをされてタイムストップした際、レフェリーであるハーブ D のシャツを勝手に使って目を拭っておりました。試合後 ESPN はルイスはジュニオル・ドスサントス戦の2週間前、左の前十字靭帯損傷をしていたと報じました。驚くべきことにルイスは4年前の2015年2月時点ですでに前十字靭帯を損傷していたということを明かし、それに加えて半月板と膝の内側側副靭帯も負傷させていたようで、大怪我をしてから13試合を行い9勝4敗の成績を収めてきておりました。ルイスのコーチボブ・ペレスは、私は欠場すべきだと言ったのだがルイスは絶対嫌だという、心身ともに回復すれば全面的に良くなるだろうと話すと、ルイスは MMA ジャンキーのインタビューで、手術を受けたくなかったから数年前に引退するつもりだった、テイクダウンを止めるには膝が弱すぎたから今治すところだ、年末までには戦いたいねとコメントしておりました。2019年11月、膝の手術からの復帰戦として当時ランキング8位ヒョードルを倒した男ブラゴイ・イワノフと対戦し、2対1の判定勝ちで連敗脱出。2020年2月、当時ライトヘビー級12位のイール・ラティフィーと対戦し、飛び膝アッパーをヒットさせ判定勝ちへ2連勝を挙げました。試合後ルイスは、初めてのテキサス州ヒューストンでの試合、マリファナを吸いまくったよと話しておりました。2020年8月、当時ランキング10位のアレクセイ・オレイニクと対戦し、右フックでダウンを奪い強烈なパウンド連打で KO 勝ち。試合後ルイスは、無観客試合だったからスタンドに観客がいればいいのにって思った、オレイニクが俺の首を締め上げている間、俺は鼻を鳴らして変な音を立ててしまっていたからね。その時は音を立てすぎてみんなテレビで聞こえているかなって考えていた、だからタップはできなかったと話しておりました。2021年2月、当時ランキング2位のカーティス・ブレイズとの対戦が決定しました。カーティス・ブレイズは当時 MMA 戦績14勝2敗、これまで黒星はフランシス・ガヌーに2度敗れたのみ。オールアメリカンレスラーながら MMA では4つの判定以外は全て打撃での KO 勝ちというハードパンチャーの持ち主。ルイスは3連勝中、ブレイズ4連勝中で、事実上次期タイトル挑戦者決定戦と言われた一戦でもありました。試合は2ラウンドにブレイズのタックルに合わせたカウンターの右アッパーが炸裂し、ブレイズは失神。ルイスは次期タイトル挑戦者にふさわしい KO 勝ちでパフォーマンスオブザナイトを受賞し、 UFC 史上最多 KO 勝利記録12勝を更新しました。試合後ルイスは、レスラーのブレイズがタックルに入ったところでアッパーカットか膝を待っていた、俺のキャリアの中で一番気持ちいい KO だった、それ以外は正直狙っていなかった、どれだけ俺がアンダードッグであろうとも俺にかけるべきだ、どれだけ追い込まれても俺は勝つと話しました。そして2021年8月8日 USC265 のメインイベントにて、デリック・ルイス vs シリル・ガーヌの USC ヘビー級暫定王座決定戦が決定しております。現 UFC ヘビー級正規王者フランシス・ガヌーは、今大会で防衛戦を行うよう USC が打診したものの準備が間に合わないとして断られたことから、 USC は今回の暫定王座決定戦を行うことにしたそうです。対戦相手のランキング3位シリル・ガーヌは MMA 戦績9勝0敗、 USC 戦績6勝0敗の未だ無敗。キックから転向し MMA プロ参戦で USC と契約すると、元 USC ヘビー級王者ジュニオル・ドスサントス、ダルジーニョ・ホーゼンストライク、アレクサンダー・ボルコフといったヘビー級トップランカーを次々と撃破。 MMA キャリア10戦目にして UFC タイトルマッチにたどり着いております。またフランスの MMA ファクトリー所属でかつて所属していた現王者フランシス・ガヌーの元スパーリングパートナー、勝者は過去史上最強ヘビー級王者と呼び声の高いフランシス・ガヌーとの USC ヘビー級王座統一戦を行うことになります。フランシス・ガヌーの動画は過去にアップしておりますので、まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。ルイスはかつてから前回有効打が両選手合わせて31発と不発に終わったフランシス・ガヌー戦を熱望しておりました。ガヌーとは再び戦いたい、私は間違いを正さなければならない、もう一度フランシスと戦わずして引退することはできない、少なくとも彼にはいい一発を入れたい、彼といい試合ができることを望んでいると話しておりました。厳しいだろうと思う一方、ルイスなら何かやってくれそうな期待もしてしまいます。技術的に上回る打撃を持つ相手にも一発のパンチで奇跡的な逆転 KO を演出してきた喧嘩やルイス、ユーモアもあり試合も面白いヘビー級の人気者が UFC ヘビー級王座初体感を狙います。
またルイスは2017年のハリケーンハービーで大規模な洪水被害が出た際に自主的に自身のピックアップトラックを使っておよそ100人の被災者を救助しております。俺は前から自分のことよりも誰かを助けたいって思っていた。だから今回がその機会になった。警察はニュースで生死に関わる状況でなければ救助活動はしないって言い続けている。消防士も大体同じことを言っている。まず俺は子供がいる家族を何とかしようとしていると話しておりました。また2021年5月、ジムでのトレーニングを終え駐車場に戻ったところ、ルイスの車を盗もうとしている泥棒を目撃したため殴打し、警察が到着するまで犯人を取り押さえたエピソードも持ちます。またロイネルソン戦後の会見では、会見中に机に伏せて居眠りをし、目をこすりながら会見が終わるのを待っておりました。以上です。 USC ファイターズ間シリーズ14人目はデリック・ルイスを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなどを紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。